くり解説。へーが止まらない。雑学好きが選ぶトリビアベスト10。皆さん、こんにちは。今日もゆっくりしていってね。今日の動画は、知的好奇心をくすぐる面白トリビアを厳選した、へーが止まらないトリビアベスト10だぜ。わー、トリビア大好き。どんな驚きが待ってるのかな。マリサ？任せてくれ。日常の意外な事実から、世界の不思議まで、雑学好きの私が自信を持っておすすめするトリビアをランキング形式で紹介していくぜ。きっとレ夢ムも聞いたら誰かに話したくなること間違いなしなのぜ。それはとっても楽しみ。今まで知らなかったことがたくさん学べそう。私も早く、へー、って言いたいな。それは保証するぜ。今日の動画を最後まで見れば、学校や会社でちょっとした話題を提供できる、人気者になれるかもしれないな。さあ、早速見ていくぜ。第10位。蜂は死ぬ間際に他の蜂に自らの場所を教える。さてさて、待ちに待ったトリビアベスト10の発表が始まるね。ドキドキするなぁ。マリサ、栄えある第10位はどんなトリビアなの？レ夢ム、第10位にランクインしたのは、ちょっと驚きで、同時に蜂の生態の面白さがわかるトリビアだぜ。それはな、蜂は危険が迫った時、仲間にその場所を知らせるっていう話なのぜ。危険が迫った時って、例えば襲われそうになったり、本当に死ぬ間際ってこと？どうやって仲間に知らせるんだろう？言葉を話せるわけじゃないし、不思議。そこがトリビアの面白いところだぜ。正確には死ぬ間際っていうより、スズメバチなんかの天敵に襲われたり、巣に危険が及んだりした緊迫した状況で起こる行動なのぜ。蜂はね、そういう命の危機に直面した時に、警報フェロモンっていう特別な匂いの物質を出すんだ。警報フェロモン、名前からしてなんだか緊急事態って感じだね。そのフェロモンを出すと、他の蜂はどうなるの？その警報フェロモンは、空気中にすぐに広がるんだ。近くにいる仲間はその匂いを感知すると、この場所に危険があるんだな、ってすぐに気づいて、警戒態勢に入ったり、フェロモンが出ている場所に集まってきたりするんだぜ。敵に向かって行ったり、みんなで巣を守ろうとしたり、連携して危険に対応する合図になるのさ。へえ、自分の命が危ない時なのに、仲間のために危険を知らせるなんて、蜂ってすごく仲間思いなんだね。あんな小さな体にそんな力が秘められてるなんて、感動しちゃうな。まったくだぜ。この行動は、一匹の犠牲によってコロニー全体を守ることにつながる、まさに自己犠牲取り立て的行動の表れなのぜ。危険な場所や敵の存在を仲間に素早く共有することで、他の蜂が同じ被害に遭うのを防いだり、群れとして敵に立ち向かったりできる。だから、この危険を仲間に知らせるっていうコミュニケーションは、蜂の社会性や種の存続にとって、めちゃくちゃ重要なトリビアなんだぜ。第9位。キリンの睡眠時間は1日に20分ほど。さあ、どんどん行くぜ。へーが止まらないトリビアベスト10。続いて第9位だ。レ夢ム、次のトリビアは動物に関する驚きの事実なのぜ。動物か。なんだろう？可愛い動物の秘密かな？気になる。可愛さとはちょっと違うかもしれないが、生態の不思議さでは負けてないぜ。第9位はこれだ。キリンの睡眠時間は、なんと1日にたったの20分ほどなんだぜ。20分、1日が24時間もあるのに、たった20分しか寝ないの。私の睡眠時間とは大違いだよ。それって本当なの？マリサ？本当なのぜ。信じられないかもしれないが、キリンは哺乳類の中でも睡眠時間が短いことで知られているんだ。これは彼らが生きる環境と深く関係しているトリビアなのさ。環境と関係？どういうこと？アフリカのサバンナに住むキリンにとって、ライオンやハイエナといった捕食者の脅威は常に存在するんだ。体が大きいから完全に隠れるのは難しいし、一度寝てしまうと、あの長い首や足がモビリティ、機動力を失って、すぐに逃げるのが難しくなる。なるほど。敵に襲われないように、少しの時間しか眠れないんだね。その通りだ。だからキリンは、ほとんどの時間を立ったままで過ごし、
短い時間だけうつらうつらとするんだ。深い眠りにつく時でも、ほんの数分、首を体に曲げたり、地面に座り込んだりすることもあるけど、すぐに立ち上がれるように警戒を怠らないのぜ。この短い睡眠で体を維持しているなんて、まさにサバンナで生き抜くための進化の驚きなのぜ。わあ、短い時間で効率よく眠る技術を身につけてるんだね。キリンってただ首が長いだけじゃないんだな。なんか尊敬しちゃうな。キリンさん。第8位、鼻をつまむと運が言えない身近な体の不思議。さあ、次は第8位ね。一体どんなへーが飛び出すのかしら？これはかなり身近なトリビアだぜ。ズバリ第8位は、鼻をつまむと運が言えないだ。鼻をつまむと運が言えない？嘘？ちょっと待って、やってみるわね。鼻をつまんで、あれ？ほんとだ。みたいになっちゃう。なんで？不思議ね。だろ？これが今回の結論だ。理由はな、日本語のっていう音の発音方法にあるんだぜ。は、声を出すときに口を閉じて、息を鼻から抜いて出す音なんだ。こういう音を鼻音って言うんだ。へえ、鼻から息を抜いてるのね。全然意識してなかったわ。だから、鼻をつまむと、そう、鼻をつまむと、その鼻への息の通り道が物理的に塞がれちゃうだろ？だから、って言おうとしても息が抜けなくて、詰まったようなとかみたいな音になっちゃうんだ。試しにアンパンマンって言ってみてくれよ。鼻をつまみながら。鼻をつまんで、パーマー。あはは、全然違う言葉になっちゃったわ。面白い。そうだろ？他にも、マミムメモとか何ヌネのなんかも、鼻に息を響かせる仲間だから、鼻をつまむと言いにくくなるはずだぜ。逆に、あいうえおとか、かきくけこみたいな、口から息を出して発音する音は、鼻をつまんでも普通に言えるだろ？ほんとだわ。鼻をつまんで、あいうえお、かきくけこ。こっちは全然平気ね。発音の仕組みって、考えたこともなかったけど、こんな風になってるのねー。普段何気なくやってることも、実はちゃんと理由があるんだぜ。この、鼻をつまむとんが言えないっていうのは、自分の体で簡単に試せる、まさに身近な体の不思議ってわけだ。ちょっとした休憩時間にでも、友達と試しっこしてみると面白いかもな。そうね、すぐに試せるし、みんなでやったら盛り上がりそうだわ。口や鼻の働きって、奥が深いのね。これも立派な、へーだったわ。第7位、富士山の頂上は私有地。よし、どんどん行くぜ。次に紹介するトリビアは、みんなが知ってる日本のシンボルに関する驚きの事実なのぜ。第7位にランクインしたのはこれだ。日本の象徴、富士山の頂上は、実は私有地なんだぜ。富士山の頂上が私有地。日本の山の中でも一番有名なのに、てっぺんが国のもんじゃないの？てっきり国有地か、県のものだと思ってたよ。どうして私有地なの？誰が持ってるの？そこが面白いところなのぜ。富士山の頂上が私有地であるというのは、江戸時代以前からの歴史が関係しているんだ。正確には、富士山の8合目城、そして火口周辺は富士山本宮浅間大社っていう神社の所有地なのさ。富士山本宮浅間大社？神社の土地なの？どうしてそんな高い場所まで神社が持ってるの？昔から、富士山は山岳信仰の対象とされていて、その中心的な役割を担ってきたのが浅間大社なんだ。江戸時代には、時の徳川幕府が、富士山の8合目城を浅間大社に寄進した。つまり土地を贈与したっていう経緯があるんだぜ。徳川幕府が神社にあげた土地なんだ。知らなかった。でも、それって今の時代でも変わらないの？国が買い取ったりとかはしないの？いい質問だ。霊夢、現在は、国の機関である環境省が浅間大社からその土地を借りて、国立公園として管理している形になっているんだ。だから、私たちが富士山の頂上まで登ったり、お鉢巡りをしたりできるのは、国が浅間大社から土地を借り上げているからなのさ。所有権自体は、今も浅間大社にあるっていうのがこのトリビアの肝なのぜ。
へえ、てっきり公共のものだと思ってた場所が、実は歴史ある神社の土地だったなんて、本当に驚きだね。日本の象徴にそんな秘密があったなんて、へえどころか、ほう、って感じだよ。だろ？普段見上げている富士山にも、こんな歴史的な背景が隠されていたなんて、興味深い話なのぜ。登山するときは、ちょっと違った気持ちで頂上を見れるようになるかもしれないな。第6位、象はジャンプできない。さあ、順位はさらに上がって第6位だ。これも動物の意外な体の話だぜ。第6位は、象はジャンプできない。あの大きな象さんが、飛べないの？あんなに力がありそうなのに、ぴょんってできないってこと？なんだか意外だわ。そうなんだぜ、レイム。まさにその通り。結論を言うと、象は4本の足すべてが同時に地面から離れるような跳躍をすることができないんだ。へえ、なんでなの？何か理由があるんでしょ？ああ、理由はいくつか考えられてるんだ。まず一つ目は、単純にその重さだぜ。大人の象は重いものだと何トンにもなるだろ？あの巨体を空中に持ち上げるのは、物理的にとても大変なんだ。それに、もし飛べたとしても、着地した時の衝撃で足を痛めてしまう可能性が高いだろうな。確かに、あの重さで飛んだら、地面も足も大変なことになりそうね。二つ目の理由は、足首の構造だ。俺たち人間や、他の多くの動物の足首は、力を溜めて地面を蹴るためのしなりがあるだろ？でも象の足首は、太い骨がまっすぐ下に向かっていて、あまり曲がらないようにできているんだ。だから、地面を強く蹴って体を弾ませるのが苦手なんだぜ。なるほど、足の作り自体が、飛ぶのには向いていないのね。そういうことだ。そして三つ目の理由としては、象の生活様式から考えて、そもそも跳躍する必要があまりない。ってことだな。高い木の葉を食べるには長い鼻があるし、敵から逃げる時も、飛ぶよりはその巨体で立ち向かったり、早足で移動したりする方が合っているんだ。そっか、飛ぶ必要がないから、そういう体の仕組みになった、とも考えられるわけね。速く走ることはできるんでしょ？ああ、走るというか、かなりの速さで歩くことはできるぜ。ただ、その時も常にどれかの足は地面についていると言われてるんだ。完全に体が宙に浮く瞬間はない。ってことだな。陸上の哺乳類で跳躍ができないのは、象くらいだとも言われてるんだぜ。へえ、そうなのね。大きくて力持ちの象さんの、意外な一面を知ったわ。体の大きさと暮らしぶりが、ちゃんと繋がってるのね。これも面白い、へえだったわ。第5位、地球の約 70% は水で覆われているが、ほとんどが未発見。さてさて、どんどん行くぜ。次に紹介するのは、私たちが住む星。地球に関する壮大でミステリアスなトリビアなのぜ。第5位はこれだ。地球の表面の約 70% は水で覆われているが、そのほとんどはまだ私たち人間に発見されていないんだぜ。地球のほとんどが海って聞いたことはあるけど、その海のほとんどが未発見なの。普段から船とか飛行機とかで海の上は見てるし、魚もたくさん取ってるのに、どういうこと？レイム、勘違いしてるなのぜ。確かに地球の表面積の約7割は海だが、ここでの未発見というのは、海の深部、特に深海のことなんだ。深海か。確かに、深い海の底なんて、普段はなかなか見られないもんね。そうだろ。地球の平均の海の深さは約3800メートルと言われている。人類がこれまでに調査できた深海は、その広大な海のごくごく一部に過ぎないんだ。宇宙に行ったことがある人間よりも、深海の一番深い場所に行ったことがある人間の方が少ない、なんて話もあるくらいなのぜ。宇宙より深海の方が未知の世界なの。それってすごい。でも、どうしてそんなに調べるのが難しいの？深海は、とにかく極限の環境なのさ。まず、水圧が尋常じゃない。私たちが生活している場所の何百倍、何千倍もの圧力がかかる。そんな中で活動できる探査機を作るのが、非常に難しいんだ。それに加えて、
光がほとんど届かない真っ暗闇の世界で、水温も極端に低い。生物にとっては過酷な環境だからこそ、そこでどんな生き物が暮らしているのか、どんな地形になっているのか、まだまだ解明されていない謎だらけなのさ。なるほど。高い水圧、暗闇、冷たい水温。そんな場所を調べるのは、確かに簡単じゃないね。地球のことなのに、宇宙みたいに未知の世界が広がってるなんて、ロマンがあるなぁ。だろ？地球のことを全て知り尽くしたなんて、とても言えないのぜ。私たちの足元、広大な海の底には、まだまだ誰も見たことのない生き物や、想像もつかないような風景が眠っているのかもしれない。そう考えるとなんだかワクワクしないか？ワクワクする。地球って本当に不思議でいっぱいだね。次に魚を食べるときは、もしかしたら深海の近くから来たのかななんて考えちゃいそうだ。第4位、蜂蜜はなぜ腐らない？古代からの保存食の謎。いよいよ上位ね。第4位は何かしら？ドキドキするわ。おう、第4位は、甘くて美味しい、あの食べ物の驚くべき性質だぜ。第4位は、蜂蜜はなぜ腐らない？古代からの保存食の謎だ。蜂蜜、確かに、うちの蜂蜜も随分前からあるけど、全然悪くなってないわね。でも、食べ物なのに腐らないって、どうしてなの？いいところに気がついたな。蜂蜜がほとんど腐らないのには、主に3つの大きな理由があるんだ。 3つも？教えてちょうだい。まず1つ目は糖分の高さだ。蜂蜜は糖分が非常に濃く、全体の8割近くが糖分で、水分は2割くらいしかない。物が腐る原因の菌や微生物は、水分が少ないと活動できない。だから蜂蜜の中は菌が生きていけない環境なんだぜ。へえ、甘すぎて菌も生きていけないのね。2つ目は蜂蜜が酸っぱい性質を持つことだ。舐めると甘いが実は酸性で、多くの菌は酸性の強い環境では繁殖しにくい。これも腐敗から守る理由だ。甘いのに酸っぱい性質。不思議ね。菌には住みにくいのね。3つ目は、ミツバチが作る特別な働きをする物質、酵素のおかげだ。ミツバチは蜜を蜂蜜に変えるとき、酵素を混ぜる。これが蜂蜜の中に微量の菌を抑える働きのある成分を作り出し、菌の増殖をさらに防ぐんだぜ。ミツバチさん、すごい。ただ蜜を集めてるだけじゃないのね。ああ、だから天然の保存食と言われるんだ。実際、何千年も前の古代エジプトの墓から、腐っていない蜂蜜が見つかった話もあるくらいだからな。何千年も前の蜂蜜。すごいわ。蜂蜜が腐らない理由がよくわかったわ。自然と蜜蜂の働きが生んだ奇跡の食べ物ね。これは納得の第4位だわ。だろ？美味しいだけじゃない蜂蜜の奥深さを知ったところで、次は上位3位の発表だぜ。第3位、エッフェル塔は夏に背が高くなる。さあ、いよいよ上位3位だ。ここからはさらに驚きの豆知識が続くぜ。第3位は、遠い異国、フランスにある有名な塔の話だ。第3位、エッフェル塔は夏に背が高くなる。パリにある鉄でできた高い塔よね。あれが夏になると伸びるってこと？生き物じゃあるまいし、そんなことあるの？疑うのも無理はないな。でもな、結論から言うと、これは本当の話なんだぜ。理由はな、エッフェル塔が主に鉄でできていることに関係があるんだ。鉄でできていることと、背が高くなること。どうつながるのよ？理科の実験を思い出してみるといいぜ。金属って、温められると伸びる、膨張する性質があるだろう？夏になると気温が上がって、太陽の熱でエッフェル塔の鉄骨全体が温められる。すると、その鉄がわずかに伸びて、結果的に塔全体の高さが増すってわけだ。そうか、金属の熱による伸び縮みね。小学校で習ったような気もするわ。でも、あの巨大な塔が伸びるって言っても、ほんの少しなんでしょう？もちろん肉眼で見て、伸びてるなってわかるほどじゃないぜ。だけどな、計算上、夏の暑い日には、
冬に比べて最大で約15センチメートルも高くなることがあると言われているんだ。15センチ、指の長さくらい伸びるってこと？あの大きな鉄の塊が、そんなに変わるなんて驚きだわ。そうだろ？逆に、冬になって気温が下がると、鉄が縮んで元の高さに戻る、というか少し低くなるんだ。季節によって塔の高さが変わるなんて、面白いよな。ほんとね、建てられた時からずっと同じ高さだと思ってたけど、まさか季節で伸び縮みしていたなんて、建築物も自然の影響を受けて変化しているのね。これはすごい豆知識だわ。鉄という素材の性質が、あんなに大きな建造物にもはっきり現れるっていうのが興味深いよな。さあ、驚きはまだまだ続くぜ。次はいよいよ第2位の発表だ。第2位、星の数は数えきれない。ついに第2位、どんな驚きが待ってるの？第2位は、果てしない宇宙に関する壮大な話だ。第2位。夜空の星の数は、本当に数えきれない。星が多いのはわかるけど、本当にってどういうこと？じゃあ具体的にどれくらいか。まず、私たちがいる天の川銀河。この中だけでも星の数はどれくらいだと思う？見当もつかないわ。天の川銀河だけでも、星は少なくとも1000億個。多い説では4000億個以上あると言われてるんだぜ。1000億 ?4000 億想像できない数じゃない。驚くのはまだ早い。それは天の川銀河一つの中の話だ。宇宙には、この天の川銀河のような銀河そのものが、一体いくつあると思う？銀河の数まで？近年の観測で、宇宙には銀河が、なんと2兆個以上あるかもしれない、と言われてるんだ。2兆個？億の1万倍。頭がクラクラするわ。つまりだ、宇宙全体の星の数は、一つの銀河の星の数数千億かける宇宙にある銀河の数数兆。ってことになる。もはや数字で表すことすら難しい。天文学的な数になるんだ。数千億かける数兆。もう理解を超えてる。数えきれないわ。大げさじゃなく文字通りなのね。そういうことだ。私たちが見る夜空の星々は、広大な宇宙のほんの一部に過ぎない。この壮大さが第2位の理由だ。なんだか自分の悩みがちっぽけに思えるわ。夜空を見る目が変わりそう。文句なしの第2位ね。さあ、次はいよいよ第1位の発表だ。期待して待っててくれよな。第1位、人間の鼻は5万種類の匂いを嗅ぎ分けられる。ついに第1位だ。これを知ったら自分の体に感動するぜ。第1位は、人間の鼻は、なんと5万種類もの匂いを嗅ぎ分けられる。5万種類。この鼻が、普段、ご飯の匂いとか花の香りくらいしか意識してないけど、5万って、途方もない数じゃない。本当なんだぜ。人間の嗅覚、匂いを感じる能力は、私たちが思う以上に、とてつもなく優れているんだ。どうやってそんなに多くの匂いを区別しているの？秘密は鼻の奥にある匂いを感じ取る場所、嗅上皮だ。そこには匂いの元、匂い分子を受け止めるための、たくさんの種類の受け皿、受容体があるんだ。ふむふむ、匂いの受け皿。様々な匂いの粒が鼻に入ると、対応する受け皿にくっつく。どの受け皿に、どれくらいの強さでくっついたか、っていう組み合わせの情報が脳に送られる。この組み合わせが膨大だから、5万種類、一説にはそれ以上の匂いを区別できると考えられているんだぜ。へえ、たくさんの受け皿とその組み合わせで、まるで絵の具を混ぜて無限の色を作るみたいね。複雑な匂いも感じ取れるんだ。そうだ。例えば焼きたてのパンの香ばしい匂いも、いくつもの匂いの要素の組み合わせ。それを鼻はちゃんと一つの美味しそうな匂いとして感じ取ってるんだぜ。すごいわ。当たり前に使っている鼻に、そんな高性能な仕組みがあったなんて、5万種類もの世界を鼻で感じてるのね。まさに第1位にふさわしい豆知識だわ。だろ？人間の体の神秘だな。というわけで、雑学好きが選ぶトリビアベスト10はこれにて終了だ。どうだった？レ夢ム？驚きの連続だったわ。日常の中にたくさんの不思議が隠れていたなんて、
世界を見る目が少し変わった気がする。面白かったわ、マリサ。そりゃよかったぜ。世の中は知らないことで溢れてるからな。また面白いネタを見つけたら教えてやるよ。いやー面白かった。キリンさん、蜂蜜、エッフェル塔、花の能力。今日のトリビア、どれも、へーだったね。へっへっへ。楽しんでもらえたようで嬉しいぜ。レイム、日常には、知られざる驚きがたくさん隠されているなのぜ。特に花が5万種類も嗅ぎ分けられるなんて、本当にびっくり。自分の体のことなのに知らなかったから、感動したよ。そうだろう？当たり前の中に隠された発見が、トリビアの醍醐味なのぜ。今回の動画で、みんなも新しい、へーを見つけられたら嬉しいな。本当に、見てくれた皆さんも楽しかったかな？感想やリクエストがあったらコメントで教えてね。みんなのコメントが励みになるぜ。これからも面白いトリビアを紹介していくから、チャンネル登録と高評価もよろしくなのぜ。それじゃあ、今回の動画はここまで。最後までありがとう。また次の動画で会おうなのぜ。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。